今日はミシン刺繍の専用の下糸について説明します。ミシン刺繍には専用の下糸があります。私が使っているのは太巻きで工業用の下糸です。これが白色、これが黒色です。普通の家庭用刺繍ミシンの方はこういう小巻きの糸を、使っている方が多いです。例えばこの刺繍。この刺繍も3色ぐらい使ってるんですけど、裏側は白色の専用の下糸を使っています。ですので、ミシン刺繍専用の下糸を使ったら、下糸をいちいちボビンに巻き直す必要もないし、刺繍するときに糸調子が安定してくるので、綺麗に刺繍ができるってメリットがあります。今から刺繍ワッペン作ろうかなと思ってるんですけど、これが表で、後ろの刺繍、白の下糸を使って刺繍しています。下糸の糸調子がちゃんと合ってると、中側に白い糸が来て、表には響いてない。こちらも香水瓶の刺繍なんですけど、銀糸と紫の色とピンクの刺繍糸を使ってるんですけど、裏は白い下糸は中側に入っていて、表には響いてないですよね。ブラザーの家庭用刺繍ミシンの場合は、ブラザー専用の下糸を使った方がいいです。糸のテンションが高くて、ブラザーの家庭用刺繍ミシンで綺麗に刺繍が入ります。で、下糸の色は白色と黒色があります。下糸と上糸、同じ色に刺繍したい時ってありますよね。で、そういう時は、もちろん上糸も下糸に使えます。ミシン刺繍専用の下糸は白か黒しかないんですけど、下糸を色付きにしたいっていう時もありますよね。例えばそれってどんな時かって言ったら、表側はこういう風に花の刺繍なんですけど、この裏側も実は色がついてて、こんな風になっています。これは上糸を下糸として刺繍をしました。それでこの白いのはお湯につけといたら溶けてなくなっちゃう下紙なんですけど、こう、スカーフってひらひらってするから裏が見えちゃいますよね。で、裏が見えた時に下糸の白い刺繍が見えたらちょっと格好悪いですよね。なので、色付きの下糸を使って刺繍しています。その他に下糸を色付きにしたい時っていうのは、例えばこういう黒一色の文字にしますよっていう時に、糸調子が悪かって、たまに下糸が上に出てくる時ってありますよね、ちょっと。そういう時に、下糸を色付きにしとくと、黒黒同士なので、分かりにくいですよね。こういう刺繍の時でも、糸調子があまり良くなくて、綺麗に刺繍できないなっていう時は、下糸を色付きにしてもいいと思います。ブラザーは正式には刺繍した糸は専用のものを使ってくださいっていう風になってます。じゃあ色付きの下糸って使えないの？私はブラザーの家庭用刺繍ミシンで下糸の色を変えたいなって思った時は、上糸に使うのと同じ糸を下糸に使います。例えば今だったらこれテイジンのテトロンウルトラポスっていう刺繍専用の上糸なんですけど、この上糸を家庭用のボビンに巻いて、両方セットで使います。すると、ブラザーの家庭用刺繍ミシンでも、下糸の色を変えて、刺繍が私の場合はできています。正式な使い方ではないかもしれないんですけど、もし下糸をブラザーの家庭用ミシンを使っている方で、違う色を使いたいなっていう時は一度試してみたらいいかなというふうに思います。刺繍ミシンの下糸って結構すぐ使ってるとなくなっちゃいますよね。私はいつも
工業用の刺繍ミシンを使うことが多いので、ボビンを多く買って、刺繍した糸をいっぺんに巻いちゃってます。なので、ほとんど白い色ばっかり使うので、こんな風に、ボビンにいっぺんに刺繍した糸を巻いて使っています。刺繍ミシンをよく使うよっていう方は、ボビンを多めに買って、もう白い刺繍した糸を1回で、10個ぐらい巻いておくと、刺繍してる最中に交換って合図が出てもすぐに交換できるので、やってみたらどうかなっていうふうに思います。今日は刺繍ミシンのした糸についてお話ししました。